皆様、ボンジュール、エミリーズマム・イン・パリスことさゆみです。モントリオールからオリンピックが閉会したパリに5週間ぶりに戻ってまいりました。今回は私の日常を、1週間の日常を動画にまとめてみました。こちらは我が家の周辺です。すぐ向こうに見えるのが、市民プールですね。でぐるりと回ってこちらが公園なんですが、ほとんど人はいません。でこの通りなんですが誰もいません。でここちょっと私のアパートマンの裏口なのでこう入っていきます。ほとんど誰もいません。やはり8月はバカンス。どこの人たちもパリにはいないんですよね。パリに戻ってきました。自宅でなんとね、今日モノプリで買ってきたのがこのテイルズっていうカクテルなんですが、カクテルが1本瓶に入ってまして、これねエスプレッソマティーニカクテルって5回分ぐらい入ってるんですよ。それをこのシェーカーでシャカシャカ氷を入れて振ったんですが、そうするとね、こういったコーヒーマティーニが自宅でできるんですよね。でこれに本来ならここにコーヒービーンズを入れるんですが、今我が家にコーヒービーンズないので入れてません。でこれいただいてみようと思います。作ったので飲んでみたいと思います。さあどうでしょう。とっても美味しい。これは美味しい。お店と同じ味です。私もね時々作るんですが、なかなか美味しくできなかったりもします。でもこれさえあれば自宅で自分の飲みたい時に美味しいコーヒーマティーニ、本格的なコーヒーマティーニが飲める。嬉しいですよね。今日は、気温が28度ぐらいだけどものすごく蒸し暑いです。昔はパリもこんな暑くなかったんですよね。夏冷夏の時もあったし、ものすごい暑い時もあったんですけれども、確かにね。だけど何せエアコンがないので私結構辛いんですよ。夏大好きですけれども、それは日本の夏かも。日本の夏、皆さん暑い暑い暑い、湿気がとおっしゃるかもしれませんが、どこに行ってもエアコンがあるし、私以外に快適だと思ってます。だけどごめんなさい、むせちゃった。だけどフランスの夏、本当に暑い日はエアコンないので、もう体中がむくむんですね。むくんだら本当大変。着圧ソックスとか履いても全然暑すぎてダメだし、扇風機の生ぬるい風で気分悪くなるし、もう大変 なので、日本の皆さん逆に日本の冷房すごいいいと思いますよ。ただいまシャルドゴールエトワールの駅に来ております。今日の私のファッション、アディダスのシューズにテニスっぽいスコート、T シャツです。ロンドンのビクトリアン・アルバート美術館で買ったシャネルの、エクスポジションをしてた時のお土産バッグです。はい、パリ16区の北の方にあるビクトル・ユーゴーというところにあるラデュレにお友達とお茶のランデブーにやってまいりました。このエリアは子どもたちの日本語補習校や日本人幼稚園、さらには次女の中学校もこちらにあり、以前は毎日のように来ていたエリアです。日本語補習校では子どもの送迎があるんですが、その合間にママ友とお茶するんですね。で、このラデュレは最近新たにオープンしたのです。待ち時間のお茶のチョイスがちょっと増えて嬉しいなと思ってます。今日はいつも遅れる私が早めに着いたので、ちょっとねゆっくり動画を撮っていこうかなと思います。ラデュレのメニューですね。これはお昼ご飯。今ね3時ぐらいなんですね。
で平日なのでブランチというわけでもなく、まずはちょっと今日はプティデジュネでもないし、そうね、ティータイムという感じでしょうかね。ということでカフェかお茶か、あとは飲み物、シャンパーニュとかもここワインとかもいろんな飲み物があるんですね。どれにしようかな。ボアソンショーでもすごく暑いので今日は冷たいものを飲んでいきたいなと思います。ボアソンフレッシュ、この辺りはジュースとかですね。あとはね、モクテル、アルコールの入っていないカクテルとか、あとはアルコール、キルワイヤルラデュレ、アペロスプリッツシャンパーニュのやつとか、はい、メニューを見ていたらお友達登場。お友達のあきちゃんは大学時代からのお付き合いです。そして偶然にもパリでばったり再会。17年前のことです。本当にいつもお世話になっているお友達です。こちらの16区ビクトルユーゴーのラドゥレでは、主なお客様は16区マダムですね。なので、16区のマダムのファッションとか、仕草とかね、研究したいんだったらこちらのラドゥレがおすすめです。今日はパリの東側、私たちは西側に住んでるんですが、バンセンヌという東側にお友達を訪ねていきます。本当は、森でバンセンヌの森でピクニックとかしたいんですけれども、とっても暑いのでとても無理なので、彼女のお宅にランチを持ってちょっと遅めのランチにお伺いしようかなと思います。子供たちは猫を見たいみたいなので、彼女の猫と遊びに列車が来ました。 LR に乗って RER ですね、に乗ってバンセンヌまで来ます。乗るよ。さあバンセンヌに着きました。これからお友達のお家に行きます。ここが駅です。駅前にはこんな素敵なカフェがあります。ここ一瞬歩行者天国っぽいんですけれども、夏なので、でも違います。歩行者天国じゃないみたい。ここをまっすぐ進みます。こちらが陽子ちゃんのお宅です。あもんちゃんかわいいのね。眠い？この足の開きがかわいい。かわいいね。なんかお外もすごい陽子ちゃんなんかくつろげるわね。しんまりしてるから。なんか後でちょっと向こう側見ます。ルームツアー1個潰してるんですね。これは陽子ちゃんどこで買ったの？これ私アトランティスで買いました。コーブって書いてあるでしょ。コーブっていう名前のホテルでアトランティス内の。そうなんだ。アトランティスも、実はあれマリオット系なのねって書いてある。私も。子供たち3人は今回アモンに餌をあげてみました。指がかじられないかちょっと心配だったんですが、全然問題なくかわいいアモンちゃん、子供たちから餌を食べてくれました。よかったね。陽子ちゃんの愛情たっぷりに育てられたアモン、本当に可愛くて癒されました。にゃんこのアモンちゃんと遊んだ日の夜は、私は主人と2人でお友達に招かれ、セーヌ川クルーズに出かけていきました。これ夜9時なんですよ。
でもこんなに明るいんです。この日、昼間はちょっと雨が降ったりしてたんですが、夜はもうすっかり、雨も止んで、このスイス国籍のお船で4人だけのクルーズに出かけることとなりました。パリに戻ってきて目にするエッフェル塔はやはり感動ですね。それもお船の上からっていうのがとても新鮮で、なんかね、やっぱりここにいてよかったという、実感がワクワクと湧いてまいりました。そしてオリンピックも終わったので人も随分少なくなってるんですね。ですが、岸にはいろんなレストランもあり、皆さんお散歩されてたり、とてもいい空間でございました。船上ではシャンパンのサービスがありました。エッフェル塔を見ながらシャンパンをいただけるって本当に幸せ。毎年夏になるとセーヌ川の岸両岸では、ちょっとセーヌ川のビーチみたいな感じの、砂浜みたいになるんですが、今年はパリオリンピックの影響でそれはできないみたいですね。他のボートとか岸から手を振ってくれる人がたくさんいるんですよ。で、私の夫もセレブになりきり、サーモンピンクに染まる雲がとても美しかったです。そしてこちらはアレクサンドル三世橋。この辺りで確かトライアスロンなども開催されてたようです。で、この両岸にはとても美味しい、レストランがあるそうで、和食のレストランなどもあるのだとか伺いました。そこがまたとても美味しいそうですので、機会がある方はぜひ行ってみてください。セーヌの水面に映るサーモンピンクの雲のリフレクションがとても美しいです。そして一番ゴージャスな、橋であるアレクサンドル三世橋、こちらを通っていく高揚感は本当に独特なものがあります。ちなみにアレクサンドル三世橋はロシアから送られたものです。ふと右手を見ると、これはナイトクラブかと思わせるようなとても派手な、これはお船ですねがございます。こちら確かにね、中がバーになっていて、皆さんここでいろいろ飲んで踊っておりました。で、ここで、観客席等見えますでしょうかね。そう、ここに皆さん、座っていろいろと見ていたみたいですね。で、ここで私たちも、お船を U ターンさせて、またエッフェル塔の見える方向に戻っていきます。方向転換今してる最中ですね。さあ、方向転換したらまたエッフェル塔が見えてきました。もうエッフェル塔、ライティングがされておりますね。今回私と夫をこのたった4人のプライベートクルーズに招待してくださった私の友人は、本当に何て言うんでしょう、心から、私のこと私の家族のことをいつも気遣ってくれて、本当に本当に感謝の心でいっぱいです。子育てのこともいつも相談に乗ってくれて本当に感謝です。こんな素敵な時間をどうもありがとう。今バスティーユに来ています。これから娘のジャイロに付き添いで参ります。バスティーユの街をガウティエを散策します。バスティーユのメトロの駅を出てオペラバスティーユを背に歩いていると、いろんなお店が見えてきます。このフライングタイガーもとても好きなお店です。で、カラカラ言ってるのは私の水筒の中の氷がカラカラ言ってるんです。
けですが、オリンピック期間中は、メトロでお水と一番先生になるものが配られておりました。こういったオリンピック仕様の人たちもいました。日曜日はラデフォンスのショッピングモールへお出かけです。バスを逃してしまったので、メトロで行こうと思います。すごい暑いです。30度近くあって死にそう。まあでもなんとか頑張って行ってまいります。オリンピック効果なのか、パリのメトロになんと冷房クーラーがついてました。そしてオリンピックグッズも今日はラデフォンスの、一番屋上の階のレストランに、イタリアンレストランに来てます。そこでちょっとね喉が渇いたので一休みで、私はこれってなんだっけ、スプリッツですね。これはね、皆さんご存知の通り夏にポピュラーな飲み物で、プロセッコとカンパリとペリエですね、それが入ってるのかな。でオレちゃんはパーファンのアイスクリームジェラートね、美味しそうね。レモンストーンとフランボワーズとマンゴー、美味しそうで、コカ・コーラでしょ。あといっちゃんがリンゴジュースとマールオショコラ、エミちゃんもマールオショコラとオランジシュートオランジペースね、美味しそう。じゃあどうぞ召し上がれ。はい、どうぞ食べてね。どうぞオレちゃんも。美味しそう。どう？美味しい？よかったね。どう？美味しい？よかったね、いっちゃん。今日はラデフォンスのショッピングモールでお買い物をした後、カフェでみんなでちょっと美味しいものをいただいて、でふっと気づいたらもう8時過ぎてました。夜の8時なんですけど明るいんですよ。で子供たちと3人で4人でこうやってねお買い物して、帰りモノプリでお買い物して、で水がねないので、この6本入りパックを1本か2本ずつぐらいに分けてみんなで持って帰ってます。でもこういうね家族で子供たちと一緒にほのぼの過ごす時間が私にはとっても貴重で、とってもこの時間が大事です。すごく楽しく感じます。大したこと何もしてないんですけれども、その時間が一番素敵だなと思ってます。はい、今回の1週間のパリの日常はいかがでしたか？少しでもパリの8月を感じていただけたら嬉しいです。そしてもしよろしければいいねやチャンネル登録もお願いします。またコメントもお待ちしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。エミリーズマムインパリスでした。